作業の生産性に直結すると言っても過言ではないのがディスプレイ構成。何枚のモニターをどのように組み合わせるかで作業の生産性が大きく変わってきます。今回は僕が一押しする2段重ね構成で僕のデスクに新しいモニター環境を構築していきます。どうもこんにちは、ウシャスライムです。それではお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、前回、前々回にわたってお届けしてきたスタンディングデスク導入シリーズもいよいよ最終回。今回はこちらのデスクにモニターを設置していきます。それではモニターを設置していきたいのですが、その前に今回はこんなものをいただきました。ショッピングオール SAGA24 モニターアームです。今回はこちらのモニターアームを使ってモニターを設置していきます。早速開封。カラーはホワイト。内容物は土台、アーム1、延長用アーム、ポール、手裏剣1、ネジ、ケーブルホルダー、説明書。社長さん。早速、こちらのモニターアームを組み立てていきましょう。まずは土台をクランプで固定します。続いて、ポール部分を土台にねじ込んでいきます。そしたら、こちらの謎の部品をポールに取り付けます。取り付けたら、ポールに延長用アームとアームをくっつけます。上も同じように取り付けます。ここで、アームと延長用アームが取れないようにネジで固定します。上も同様に固定していきます。ここからはモニター側での作業。まずはこちらの手裏剣をモニター背面のレザーマウントにねじ止めしていきます。もともとついていたアームを取り外したら背面に手裏剣をねじ止め。もう一つのモニターにも同様に手裏剣をつけていきます。そうしたらアームの先端とモニターに取り付けた手裏剣をうまいことはめ込みます。こんな感じで上から差し込むように取り付けます。ちなみにここの金属部分をアーム側に軽く引っ張ってモニターを持ち上げると外すことができます。もう一つのモニターも差し込んで取り付けます。モニターとモニターアームがくっついたら、モニターアームについているネジを回してガス圧の強さを調節します。調節できたら、あとは高さを微調整。こちらのモニターアームのメリットは、この製品一つで簡単に2段重ね構成をすることができるという点です。2段重ね構成とは、こんな感じで、横置きモニターの上にさらに横置きモニターが浮いているという構成のこと。勝手にそう呼んでいます。通常、2画面用のモニターアームは横並べ構成を前提としているため、2段重ね構成をするためには別途こんな感じの長いモニターアームを用意して後から取り付ける必要があるのですが、こちらの SAGA24 であれば、長いポールに2つのアームを重ねて設置することができるので、簡単に2段重ね構成をすることができるのです。すごい。というわけで、いろいろあってモニターの設置が完了しました。全体はこんな感じ。左にあるのがウルトラワイドモニター。作業などをする際にメインで使います。その上にあるのが27インチのフル HD モニター。以前、ベンキューさんから提供していただきました。右側にはゲーミングモニター。その上には週に一度見るか見ないかの液晶テレビを設置してみました。それぞれのモニターはすべてアームで固定しており、右側には今回紹介したショッピングオール SAGA24。ウルトラワイドモニターはエルゴトロン LX。その上はグリーンハウスロングポールタイプでそれぞれ固定しています。モニターアームについてはそれぞれ動画を上げているので合わせてご覧ください。それではここからは僕が提唱したい2段重ね構成のメリットを紹介していきます。と、その前に、そもそも2段重ね構成とは何でしょうか。2段重ね構成とは、いわゆるデュアルディスプレイのうちの一つ。正面にメインのモニターを設置して、さらにその上にモニターを1枚乗せることで、上下の2枚でデュアルディスプレイをする構成のことです。そのため、使用する際は左右ではなく、上下に目線を動かすことになります。2段重ね構成の大きなメリットとして挙げられるのが、横幅を取らないという点。よくあるデュアルディスプレイの場合、横に2枚並べて設置することになるのですが、そうすると当然、モニターの横幅2枚分のスペースが必要になります。そのため、モニターを2枚設置するためには、幅の広いデスクが必要不可欠となってしまうのです。しかし、
2段重ね構成の場合、モニターを設置するのはメインのモニターの上になるため、モニターの横幅1枚分のスペースで2枚のモニターを設置できるようになります。つまり、単純に半分のスペースで2枚のモニターを設置することができるのです。そのため、もちろん机の長さは半分で問題ないですし、モニターの占領する範囲が狭い分、デスクに開放感が生まれて広々した感じになり、非常に心地よい。僕のデスクの場合も現在は2段重ね構成を横に2枚並べていますが、もしモニターを横に4枚並べていたらと考えると相当の圧迫感がありますし、そもそもスペースが足りないですし、お寿司。もう一つのメリットは横並べよりもアクセスが良いという点。見ての通り PC のモニターは横長。そのため横に2枚並べた場合、横長のものがさらに横長になるため、モニターを横並べにした場合、モニターの端っこ部分が非常に扱いづらくなってしまい、結局サブモニターの半分ぐらいしか使わなくなってしまいます。それに対して2段重ね構成であれば、縦に短い PC モニターが縦長になるため、全体として程よく正方形に近いような形になり、モニターの端から端までの目線移動が横並べの時よりも圧倒的に短くなります。そのため、2台のモニターの表示画面をフル活用することが可能であり、結果としてスペースの効率が非常に高くなるのです。ここまで紹介してきた2段重ね構成のメリットを見て、あれ？これ縦置きモニターでも良くないと思った方もいるかもしれません。その点はどうなのでしょうか。僕の見解としては、縦置きモニターは非常におすすめです。といっても構成としては横置き1枚プラス縦置き1枚というものを想定しています。ちなみに縦置きモニターを2台以上置くことはおすすめしません。僕にも縦置きモニターを2台置いていた時期があったのですが、完全に持て余してしまいました。縦置きモニターのメリットは2段重ね構成と同様に横幅を取らないかつアクセスが良いという点です。横並べで2台並べるよりも横幅は短くなりますし、その分モニターの端から端までの距離が短くなってアクセスが容易になります。ただ、縦置きモニターの弱点も存在しています。それは、使用用途がかなり限られるという点。基本的に PC の作業の多くは横置きモニターで行うことが想定されているため、縦置きモニターでできることといえば、ウェブサイトやファイルの閲覧程度のものになってしまいます。そのため、メインの作業用として使用するのが難しく、画面を持て余してしまうという場面が多々あります。また、僕が縦置きモニターをしない理由としては、メインのモニターがウルトラワイドディスプレイであるため、単純に横よりも上にモニターを設置した方が使いやすいからです。とはいえ、僕みたいに謎のウルトラワイドモニターを持っている人はかなり少数だと思うので、大多数の人には横置きモニターおすすめです。ちなみに2段重ね構成と縦置きモニターを組み合わせた最強のモニター構成を紹介している動画もありますので、合わせてご覧ください。それでは最後に2段重ね構成を作るために必要なものを紹介します。まずは2枚目のモニター。モニターがなければお話になりません。そして高さが出せるモニターアーム。世の中にある多くのモニターアームはあまり高さを出すことができないため、2段重ね構成ができるモニターアームを用意する必要があります。そしてもう一つ、キーになってくるのがモニターライト。2段重ね構成をする場合、モニターの上のスペースがもう1枚のモニターに占領されてしまうため、こんな感じの通常のデスクライトを設置することができません。しかし、デスクライトのないデスクなんていうものがこの世にあってはいけません。作業するためのデスクには作業するためのライトを設置しなければならないのです。そこで登場するのがモニターライト。モニターライトとはこんな感じでモニターの上に挟み込むような形で直接取り付けるタイプのもの。そのためモニターの上の狭いスペースにも取り付けることができるため、2段重ね構成でも作業用ライトを設置することができるのです。ちなみに僕が使用しているのは BenQ Screen Bar Plus。安定感はあまりないですが、この上にウェブカメラなんかも載せることができます。モニターのベゼル部分も程よく隠れていい感じです。というわけで今回は2段重ね構成について熱く語ってきました。こんな感じで僕のデスク周りもいい感じに整えることができたので、これからはこのスタンディングデスクに2段重ね構成でバリバリ作業していこうと思います。皆さんもぜひ
2段重ね構成をして、作業効率を爆上げしてみてください。この動画良かったと思ったら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter とやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。